にちは、すみれです。今日は久しぶりにケビン・オークインの購入品を紹介したいと思います。ジェニファー・ロペスさんが1ヶ月ちょっと前にこのメイクの仕方を出していたと思うんですが、そこの中にも Kevin Aucoin. He was my first really professional makeup artist. Then 私も結構ね、ケビン買うのはすごい久々で、セールの時にケビンのセールって半額とかいいんですね。で、ちょっと私も今回いろいろ買ったので皆さんに紹介したいと思います。で、今回の動画初めて見る方のために簡単にね、ケビンさんについてお話ししたいと思います。私たちがインターネットとかある時代、その前ですね。要は何か調べる時に図書館とかに行ってたような時代、その時からセレブのメイクアップアーティストとして活躍していた方なんです。マイケル・ジャクソンのお姉さんであるジャネット・ジャクソン、ホイットニー・ヒューストン、セリーヌ・ディオン、マドンナ、ジュリア・ロバーツ、他にもねたくさんのセレブを手掛けているんですが、でこのケビン・オークインのブランドは2001年に創設されました。だけども1年後にねケビンさんは他界してしまうので、その1年間の間にケビンが生み出したコントーはね、もう今でもよくインスタグラムとかそういったとこでもよく頻繁に見かけますよね。こういったコントーはされてる方ね、もともとケビンさんがこうやりだしたっていうのがあって、多くの方に影響を与えた方でもありました。で、私はねコントーがすごく気に入っていて、結構日常メイクとかにすごく使いやすいなと思うんですけど、同じようなコントーの仕方とか同じねジェニファー・ロペスさんを担当したスコット・バーンズさんとかも結構作り込む舞台メイクっていうのもあると思うんですけど、やっぱりそういう時はスコットさんの方が発色がすごくいいので、ガッとねしっかりとこう光に正面に負けないような仕上がりになるんだけども、普段メイクでナチュラルに仕上げるって言った時はケビンとかの方がすごくね調整も効きやすいので、色味もねとっても好きなことから私はもう毎回メイクには使ってるような商品でもあります。でこれがね本当に私がお得だなと思うパレットなんですが、単品のコントーワーが1個44ドルするんだけども、これ3種類全部入ってるんですね。でサイズもほとんど変わらないぐらい、前は同じ容量が入っていてフルサイズよりもちょっと少ないぐらいで3色しっかり入っていて、でグラデーションでハイライトの方からチーク、そしてブロンザーってねあったりとかで、ハイライトも2つあったりとかして、私は単色のミディアムをよく使ってたんですけども、もう全部それが底見えして終わって、もうこれで色味を混ぜたり使ったりとか、濃くしたい時は下と混ぜたりとかね、断然こっちの方が安くてねすごく重宝してるものになります。今回何を買ったかっていうとね、じゃーん、こちらなんでしょう、これです。私ねケビンのブラシすごく好きでね、高級感がある、値段もそれなりにするのもあるんだけど、私セールで買うので結構半額とかで買えたらものすごくお得だし、ほらこの高級感わかります？この周りがちょっと透明になってる感じのちょっとグラスみたいなね、これ私は大好きなデザインなんですね。これが欲しかった理由がね、このカットがこうなってカーブを描いてるんですよね。それが珍しいなと思って、斜めのものは結構あったりするんだけども、このカーブのものはあんま見なかったのでちょっとこちら買ってみました。そして次はこちら、チークのネオンブラッシュというものでローズクリフといったね色味を買いました。可愛いでしょ。でこれがケースなんだけどですね、このケースの高級感もねすっごい好きなんですよ。グラデーションになってる感じで、この色のグラデーションがね私はとっても気に入って、これは可愛いなと思って買ったんですけど、左側の方にちょっとシマー感があって、右側がマットですね。こんな質感もちょっとグラデーションがあるような感じになってます。こちらが自然光でのスウォッチですね。左側の方が本当にこのオレンジとかベージュ系なんだけども、どんどんね右に行くにつれてピンク系がね深まっていくような形になって、すごくね自分でも調整しやすくて、私はかなり気に入りました。とっても可愛いですね。結構ね思ったよりちっちゃかったです。っていうのも前にハイライトのパレットを買ったことがあって、もう発売してないんですけど、この大きさのサイズですっごくね私の好みのパープル系からハイライトが綺麗に配色されていて、結構パープルのアイメイクとかやった時にこのハイライトとか使ってもとっても可愛くてね、もうこれはなかなか他では見ないなと思ってたものなんですけど、このサイズぐらいの印象があったんだけど断然ちっちゃかったです。だけどここに入っているものとサイズ本当に変わんないと思います。だからこれがいかにねお得かなんですけど、そして次もねまた同じタイプを買って、色違いで3セットの色味になります。こっちはちょっとオレンジ系なんですね。あんまりオレンジ系使わないんだけど、逆にこういったグラデーションだったら使いやすいかなと思って買ってみました。すんごく綺麗ですね。この光のシマー感っていうのが左の方はあって、右はねないマットな感じですね。すごく素敵ですね。こちらがスウォッチですね。左側のハイライトのね明るいところはシマー感があるんだけど、右の方は何にもなくてマットなのが分かりますか？すごくねよくできたグラデーションだなって思います。
お次はこれね、ハイライトのパレットなんですけど、ケビンのハイライトのパレットってサイズが大きいのかね。こんなに入ってるんです。で、色味がまたね、こちらの4色になりますね。で、右2つがね、ちょっとデュオクロームみたいな形になってます。で、下の方がね、ブレンドした感じになりますね。こういったハイライトな印象があります。とってもね、可愛いパレットだと思います。これは本当にアイシャドウでも使えるし、すごくね、デュオクロームも綺麗なので気に入りました。そしてファンデーションを2つ買いました。とってもちっちゃいんです。ちっちゃいんだけど、これコンシーラーがメインって形で、コンシーラーだけどもファンデーションにも使えるって形なんですけど、結構テクスチャーが硬いので、私はコンシーラーとして使った方がいいかなといった印象があります。7番と10番をね、2色購入してみたんですが、明るめと少し暗めかなと思うのを買って、混ぜて使えばいいかなと思って買ってるんですけども、ちょっとね、肌の赤みとか、あと目の下のクマとか、そういった色味のカバーはもうこれだけでバッチリカバーできるといった感じなんですが、ものすごくカバー力もあるんだけども、テクスチャーが結構硬めな感じなので、毛穴とかが目立つような方はしっかりとプライマーをきれいに引いた後に上から薄くね伸ばしてあげるような形だと、このファンデーションも使えるかなといった印象がありますが、これをねもっと使っていきたいので、そしたらもし希望があればレビューもしていきたいと思います。そうコンシーラーブラシでございます。で、このコンシーラーブラシはね試したかったんだ。先っぽがね2つになってるようなタイプで、片方がねこのコンシーラーブラシで、もう一つがブレンディングブラシみたいな形で、コンシーラーをのせてそこでねこうブラシでブレンディングしてあげたりとかもできるタイプなんですけど、ちょこちょことこのブラシも見ていたので欲しくて、こちらも一緒に購入しました。あとはある程度の金額を買うとちょっとお腹が効いてくるみたいなもので、マスカラなのになんか高級感があるブラシの感じちょっと好きかもしれないです。先っぽが細くなってる感じで良さそう。次、これがリップスティックですね。こういった形のリップスティックになっていて、色がでもね結構濃い色ですね。私塗らないなあ。でもカメラ越しだとむしろこのぐらいちゃんと色ついてた方がいいですよね。今日ねリップつけるの忘れてたんだけどつけた感じがねとっても滑らかで、使いやすいと思います。そしてポーチがついてきました。でもなんかねナイロンみたいな感じかな。でもこれだけで確かね売ってて20ドルとかあったかな。それはね高いと私は個人的に思います。結構よく見るタイプの素材。改めてねこれがポーチなんですけど、結構ね深さがあって、アワーグラスとかのこのホリデーのパレットこういうのもすっぽりと入るような形ですね。で、あとアナスタシアのソフトグラムとかも入りますね。で、びっくりしたのがナターシャ・ディノーナのミディアムサイズ。これはさすがに入んないでしょうと思ったら入りました。そんな入るイメージなかったんだけど、ちょっとこれ収納力意外にありますね。サイズ的にも、あとはしっかりねケビンの名前も書いてくれてるから可愛いので、これはプレゼントでいただくにはありがたくいただきます。ちょっとね嬉しかったのがこの鏡なんですよね。これもポーチと一緒にプレゼントでもらったんだけど、よく私持ち運びの鏡は日本の100円ショップで結構いろいろ可愛いのあるじゃないですか、薄くてね。そういうの買ってたんだけど、アメリカの100円ショップ本当に鏡があんまなくて、この鏡ね薄くて両面鏡になっていて、一つは拡大鏡になってるんですね。もうこれはね嬉しかった。もうこれはポーチで早速持ち運びたいと思います。結構ケビンをね私忘れてたんだけど、久々に買ってちょっとね新鮮な気持ち、新たな新鮮なときめきがあったので、私は個人的にとっても嬉しかったです。ということで、また他の動画でお会いしましょう。バイバイ。